ヨーロッパで起きた第一次世界大戦は遠く離れた中国にも大きな影響を与えました。連合国として参戦していたロシア帝国はレーニンが主導した革命により崩壊、新しく社会主義国家が成立します。ロシア共和国、後のソ連です。そんなロシア共和国は、我々は帝国主義を許さない、ロシア帝国が中国から獲得した権益を無条件で返還すると宣言しました。これは多くの中国人にとって驚きの宣言でした。返してほしいと思っていた権益を向こうから返すと言い出したのです。こうして中国国内ではこれまでほとんど知られていなかったロシア革命と社会主義に対する関心が一気に高まっていきます。その後、ソビエト政府と中国は交渉を開始。この交渉は難航していきますが、最終的には国交を回復させることに成功しました。こうして中国にはロシアから社会主義の思想が入ってくるようになり、中国各地で社会主義政党が成立し始めたのです。中国で社会主義が受け入れられた。こうなるとソビエト政府からコミンテルンの代表が派遣されてきます。コミンテルンというのは社会主義を世界に広めようという考えを持っている団体です。正式名称は共産主義インターナショナルといい、英語ではこのように表記します。これを略してコミンテルンです。こうしてやってきたコミンテルンにより、中国各地にできた社会主義政党が一つに集められ、政党が結成されます。これが中国共産党です。一方、第一次世界大戦は中国の革命家孫文の思想にも影響を与えました。今まで孫文は革命はエリートによって行われると考えていたのですが、第一次世界大戦後の帝国主義に反発する中国の民衆を見て、国民の力はこんなにすごかったのか、エリートによる革命ではなく国民による民主化も可能なのではないか、そう考え始めます。こうして孫文は一時活動を停止していた中華革命党を改めて政党として組織し直しました。これが中国国民党です。さて、情勢が複雑になってきました。一度ここで整理しておきましょう。今話した中国共産党や中国国民党は当時はまだ弱小勢力で、強大な勢力は別にいます。北にある北京政府と南にある広東軍政府です。しかし北京政府は段祺瑞率いる安徽派と風国省率いる直令派に分裂しています。しかし風国省はこのタイミングで病死してしまい、宗根がその後を継ぎました。さらにこのような情勢を見て、新たに勢力争いに加わってきたのが、この頃力をつけてきていた張作霖率いる奉天派です。これらの派閥は北京政府の実権をめぐって戦いを繰り返していきます。ここから先はその戦いの様子を見ていきましょう。当時北方の勢力の中で最も立場が危うかったのは段祺瑞率いる安徽派です。理由は簡単。第一次世界大戦後の外交を失敗とみなされて、国内からものすごい反発を受けていたからでした。これまで段祺瑞を支援してきた日本でしたが、そのような情勢を見て段祺瑞は没落していく、早めに見限ろうと考えました。こうして日本は段祺瑞への支援を取りやめて、代わりに張作霖を支援するようになります。こうなると安徽派はさらに弱体化してしまいます。これは直令派と奉天派にとってチャンスです。2つの派閥は手を結び、安徽派を徹底的に攻撃。段祺瑞はこれに抗いきれず、わずか4日で敗北し、完全に威信を失ってしまいました。こうして段祺瑞が没落すると、残ったのは奉天派と直令派です。両派閥が主導権争いを始めます。これが第一次奉直戦争です。この戦いには直令派が勝利、直令派が北京政府の実権を握りました。このように中国国内では各派閥が数年間隔で戦争を繰り返しており、政局は混乱していったのです。さて、これまでの話は北京政府での話ですが、広東政府でも動きがあっています。今の広東はよそ者に統治されている。広東人が広東を治めるべきだという声が広まってきていたのです。そうなると名前が挙がってくるのが広東出身の孫文です。こうして孫文が呼び戻され、非常大総統に就任。広東軍政府は孫文のもと中華民国を名乗りました。そんな孫文にコミンテルンが接触してきます。コミンテルンの代表者からレーニンが実行した新しい経済政策について聞かされた孫文は、自分の計画と共通する部分が多いと感じて非常に興奮しました。さらに第一次世界大戦後の秩序は
中国とソ連に圧力を加えている。両国は協力しなければならないと説得されます。この説得に大きく心を動かされ、孫文は社会主義の考え方を受け入れるようになっていったのです。こうして提案されたのが国共合作です。この時の共産党は労働運動を始めている状況。対する国民党は北伐による武力統一を目指している状況。お互いの党が利益を妨害し合うことはないと考えられました。こうして中華民国を作っていた国民党は共産党との協力体制を実現します。この第一次国共合作では、ソ連との提携を行うこと、共産党を容認すること、労働者・農民を支援すること、これら3つの基本方針を決定。さらに国民党は中国共産党員の入党を認めるなどして中国共産党に対して寛容な立場を取りました。交換条件として中国共産党も反帝国主義、反軍閥の戦いに協力することが決まりました。この国共合作によって孫文が構想している北への軍事侵攻、つまり北伐が現実味のあるものになってきます。次に孫文は軍事力が課題である、軍閥から独立した党の軍勢が必要であると考えて、北伐に向けての将校を育てる学校を創設しました。広報軍艦学校です。その校長に任命されたのが日本やソ連に留学し、軍事について学んだ経験のある蒋介石でした。この蒋介石によって北伐に向けての将校が育てられていき、蒋介石は将校たちとの間に師弟関係を作り上げていきます。孫文や蒋介石が北伐の準備を着実に進めている頃、北京政府ではまたも事件が起こっています。直令派の曹根が多額の賄賂によって大総統に就任したのです。こうして曹根への批判が強まっていくと、一度直令派に負けていた張作霖はリベンジのチャンスと考えて直令派に再度戦いを仕掛けます。第二次宝直戦争です。両軍が戦闘を始めると、初めは直令軍が優勢で戦いは進んでいきましたが、直令軍は内部から崩壊を始めます。曹根の大総統就任は直令派内部でも反感を買っていたからです。ということで、曹根に反感を抱いていた直令派の軍人である風玉章が反旗を翻します。軍勢が出払っている今がチャンス。北京を乗っ取ってしまえ。そのように考えて北京を制圧。風玉章は曹根を幽閉し、戦局は一変しました。この裏切りによって直令軍は敗北。2度目の戦いでは奉天派が勝利します。さて、こうなると風玉章は奉天派の張作霖に対抗しなければなりません。さすがに一人では対応できない。そう感じた風玉章は孫文に対して北上してきてほしいとお願いしました。孫文率いる国民党の力によって張作霖たち奉天派を牽制しようとしたのです。この要請を受けて孫文は北上を宣言。しかし孫文の北上は上海でイギリスの妨害を受けたため、日本を経由して天津へと向かっていくことになります。こうして訪れた神戸で孫文は講演を行いました。その講演で孫文は、アジアの民族は圧迫されている。民族の不平等を打ち破るべきだと主張し、欧米列強の帝国主義は科学と武力によって相手を屈服させる覇道の文化である。アジアの伝統には仁義と道徳によって相手を感化させる王道の文化がある。日本民族は西洋の覇道文化を取り入れている。それと同時にアジアの王道の文化も持っている。今後日本は西洋の覇道の手先となるか、東洋の王道の砦となるか、よく検討してほしいと述べました。有名な大アジア主義講演です。この講演を終えた孫文は日本を出発し、民衆の嵐のような歓迎を受けて天津に到着。しかしその頃には癌が孫文の体を蝕んでいました。革命なお未だ成功せず、孫文は悲願である中国の武力統一を果たすことなく死去。革命家としては挫折と失敗の連続である生涯を送った孫文ですが、結果がどれほど不完全であろうとも、孫文は間違いなく中国の歴史を前へと突き動かしました。こうして孫文は中国ナショナリズムの普及のシンボルとなったのです。